トヨタ 2000GT。世界が驚いた日本が誇るサラブレッドスポーツ。トヨタ 2000GT は欧米のコレクターからもクラシックとして認知されている名車中の名車。見る者を魅了する優麗なフォルム、精緻なメカニズムもさることながら、世界速度記録への挑戦や007シリーズのボンドカーへの抜擢など、名車にふさわしいストーリーの持ち主だ。トヨタ 2000GT、それは成熟に向かっていた日本の夢の結晶だった。2000GT 誕生の伏線は初代クラウンが作った。第二次世界大戦後の日本での自動車工業の実質的な始まりは1955年に発売された初代トヨペットクラウン RS 型と言ってよい。当時は自家用車の所有など大学新卒者の初任給が数千円のレベルにあった庶民にとっては遠い夢だったが、そんな中に100万円に近い価格の乗用車を登場させたトヨタの狙いは自分たちの持つ技術力のアピールだった。敗戦後10年を経て決定的な破壊と混乱の中からようやく自分たちの技術力だけで本格的な乗用車を生産できるまでになったのだということを世界に向けて宣言したのである。トヨタというメーカーは独自性が強く、その当時他のメーカーがヨーロッパやアメリカの自動車先進国のメーカーと技術提携を結んで短期間に自動車生産技術の向上を図ったのに対して、トヨタはあくまで純国産技術での完成を目指した。その最初の結果がトヨペットクラウンだったというわけだ。クラウンはその後トヨタの一ブランドとしてだけでなく、日本製の高級乗用車の代表として大きく発展していくことになる。ちなみにトヨペットのネーミングは1947年に少数が販売された革新的な小型乗用車であった SA 型の発売にあたり、キャンペーンの一環として全国公募された結果決定したものだ。すべてが衝撃だった 2000GT のデビュー。クラウンの発売から10年を経た1965年の第12回東京モーターショーに、トヨタは突然トヨタ 2000GT という名の2シーター GT のプロトタイプを参考出品にした。当時は1963年に始まった日本グランプリ自動車レースを頂点として、モータースポーツがかつてないほどの盛り上がりを見せ、各メーカーはスポーティーイメージを打ち出して販売の強化を図ろうとしていた。そんな中でトップメーカーであるトヨタが展示した 2000GT には見る者が驚嘆したのも当然だったろう。それほど 2000GT のデビューは衝撃的なものだった。1965年の東京モーターショーでは参考出品であり、詳細は発表されなかったが、翌年の1966年5月に開催された第3回日本グランプリ自動車レースには2台の 2000GT がエントリーし、1台が3位に入賞した。さらに同年6月に開催された鈴鹿 1000km 耐久レースでは1位、2位を独占し、高速耐久性能の高さをアピールする。そして10月には茨城県谷田部町にある日本自動車研究所のテストコースで連続78時間に及ぶ長距離耐久走行にチャレンジ、3部門の世界記録と13個の国際記録を樹立する。もはやトヨタ 2000GT の名声は確立されたのである。こうした地道なキャンペーンを経て1967年5月から本格的な販売が開始された。とは言っても、トヨタにとっては 2000GT を企業のイメージリーダーと位置づけており、決して量販を計画していたわけではなかった。販売価格は238万5500円であり、この価格はクラウンのほぼ2倍に相当する高価格車であった。トップスピード時速 220km。その高性能に狂気した。全くの白紙状態から計画された 2000GT は全ての点で他の量産モデルとは共通性を持たない、いわばスペシャルモデルとなっていた。
フレームは強固なスチール製のバックボーン型で、エンジンは MSK クラウン用の水冷直列6気筒 SOHC をトヨタとレーシング部門で技術提携関係にあったヤマハ発動機の手で DOHC12 バルブ化した 3M 型となっていた。排気量は 1988cc、これにツインチョークストレックスキャブレターを3機備え、8.4 の圧縮比から最高出力 150PS、5500rpm、最大トルク 18.0kgm、5000rpm を発揮した。トランスミッションは5速マニュアルのフロアシフト、ステアリングはラック&ピニオン、サスペンションは前後ともダブルウィッシュボーン型で、ブレーキは4輪、サーボ付きディスク、ホイールはマグネシウムダイキャスト、タイヤは15インチサイズである。メカニズムだけを見ても、当時の国産車では初めて採用されていたものばかりであった。車重は 1120kg と世界的に見ても十分通用する軽量なものだ。性能的にも国産車では傑出したレベルで、最高速度は時速 220km、0-400m 加速、15秒9と言われた。日本車史上、最も美しいスタイル。スタイリングは、極めて美しかった。一部には既存のヨーロッパ製、スポーツカートの近似性を指摘する声もあったが、バランスに優れたデザインは、日本的な美の奥深さを感じさせるものである。現在に至るも 2000GT を超える独自の美しさを持ったスポーツカーは現れていない。ボディサイズは全長 4175mm、全幅 1600mm、全高 1170mm、ホイールベース 2330mm で、今日の水準からすればかなり小さいと言って良いものだ。独特のロングノーズ、ショートデッキのスタイルに実用的なファストバックと上開きのテールゲートが付けられていた。この頃は未だ空気力学をスタイリングデザインに積極的に取り込もうとする考え方は希薄だったから、伝統的な流線形の手法を生かしたスタイリングとなっていた。トヨタのアルファベットのイニシャルである T 字をデザインしたフロントグリルの内側には一対のドライビングライトが埋め込まれており、ヘッドライトはフェンダー先端部にモーター駆動で起き上がるポップアップ式となっていた。ボンネットは逆アリベーター式に開く。エアクリーナーとウィンドウウォッシャーのタンクはボディサイドの向かって右側、バッテリーは左側にそれぞれ別個の場所を設けて収められた。ボンドカーとしてスクリーンでも大活躍。インテリアも高性能 GT にふさわしく豪華な作りとなっていた。対象型のインストゥルメンツパネルはセンターコンソールとドライバー側には木目パネルが貼られ、ドライバーの正面には右側に速度計が、左側にはエンジン回転計が収まる。油温や油圧、水温、燃料計、電気式時計などはセンターコンソール上部にわずかにドライバー方向に角度をつけて装着されていた。純粋にドライバーズカーとして設計されていたことがわかる。シートは乗り降りの簡易性と GT であることを考慮して、セミバケットタイプのリクライニング機構付きのものが装備されていた。ウッドグリップの比較的大型の3本スポークのステアリングは直立に近い角度を持っており、スポーツドライビングを容易なものとしていた。1969年9月にはマイナーチェンジを受け、ドライビングライト周りの衣装変更、リアリフレクターの形状変更などが施され、同時にトヨグライド、オートマチックトランスミッションも装備可能となった。主にアメリカ市場への適用を考慮したものであった。また、映画007シリーズ、007は2度死ぬで、オープンに改造された 2000GT が、ボンドカーとして活躍したことも忘れてはならない。スタイリング、性能など、どれをとっても、日本のトップクラスにあったと言える 2000GT だったが、他の量産車との共通点を持たなかったがゆえに、イメージリーダーとしての役割を果たすと、1970年10月に生産中止となった。生産台数は、総計337台と言われているが、その相当数はアメリカをはじめ海外へと輸出された。近年、クラシックとしての評価は、ますます高まっている。速度記録車は、プロと1号車がベース。
1966年10月、3種の世界速度記録と13位の国際速度記録を樹立したトヨタ 2000GT 速度記録車はプロト1号車をベースにしている。プロト1号車は量産モデルと比較してフロントフェンダーの峰がやや高い。実はこのプロト1号は市販テスト車両として使用後、第3回日本グランプリの練習走行中に炎上事故を起こし、トヨタのガレージにしまわれていた車。速度記録プロジェクトにあたり、再び引き出されたのだった。関係者は、炎上して、ドンガラだけだったので改造するには、かえって好都合だったと証言しているが、一度、炎上した車をベースにしていたとは驚きである。